さん、明けましておめでとうございます。元旦のボイドお疲れ様でした。今回も特集として210と263の戦いを動画にさせていただきます。注目は210が第3惑星として破格のイベント勝率を保っており、引き続き勝率を伸ばすことができるかといった具合でした。結果からお伝えしますが、263に 2G 程度の差を許し負けてしまいました。個人と同盟の獲得ポイントはこちらとなっております。では、目次ですが各ワールドの基礎数値を少し確認いたします。次に注目の同盟と指揮官について触れておきます。そして時系列に沿って、決め手となった戦い等を確認したいと思います。まずは、基礎数値がこちらです。第8惑星トータル順位として22位と23位に位置しております。統合は両ワールドとも1年ほど前に実施されております。各ワールドランキングの上位8の平均がこちらです。同盟戦力は210がやや優勢、指揮官戦力、副官戦力は263といった具合です。ですが、ほとんど差はありません。イベント勝率は263については参考程度ですが、210が非常に高くなっております。レーダーチャートで見た場合がこちらとなっております。両ワールドは9月に一度対戦しており、210の勝利となっておりました。過去3回のボイド結果ですが、210は圧倒的ではないにせよ 2G 程度の差となっておりますので安定した勝利をしてきました。263についても、内戦後はかなり余裕を持った勝利ができておりました。主要同盟の同盟戦力の推移がこちらです。210の SSS の戦力低下が見られます。逆に263としては DTF も VVV も伸ばしてきておりました。210としては、SSS 主体でポイントを獲得しているのが特徴です。263も VVV メインですが、DTF についても活躍しております。直近のボイドでの同盟殺害数を比較化しておきます。凶暴なイメージがある210の SSS ですが、実際ポイントとしては VVV が一番大きくなっております。当然相手にもよりますので参考です。210の指揮官については、いわゆる超怪物クラスが大暴れといったような内容ではありません。これは263についても同様です。お互いの対戦相手はとても似通っています。主要なプレイヤーの直近殺害数を比較化しておきます。実際、誰を表示するか迷うほど、獲得ポイントは拡散しております。そして、前日の大晦日16時時点のポイントがこちらです。500メガ程度ですが、210が優勢となっておりました。初日からのポイント推移がこちらです。では、実際の当日のステージランキングを時系列のグラフで確認いたします。序盤は210のプレイヤーの方が目立ちます。がそれほど差も発生しておりません。ですが、17時頃に紫である263が上位に来ています。ここで、ワールドのポイント差は逆転しました。実際まだ致命傷ではなく、210が再度じりじりと迫っていきます。ですが、23時にまた263のポイントが増えていきます。2時と4時に追加でポイントを獲得し差を広げます。最後、ふと現れたスライヤーがごぼう抜きしますが、この時点では勝負は決まっておりました。当日のワールドポイント推移です。黄緑の210がリードで開始します。日本時間10時30分頃の戦いで一度迫りますが、じりじりと離します。12時30分頃再度大きめの戦いがありますが、また離します。そして、17時台の戦いで263が捉えます。今度は263がじりじりと離しますが、23時30分頃、逆転すべく仕掛けた210の攻撃を VVV の防御が成功し離します。30分後にまた迫り、深夜2時30分頃にまた防御を成功させます。負けている210は攻めざるを得ません。そして4時頃にも防御を成功させ、ポイントは徐々に離され終了といった感じでした。今回も勝因というか、感想を述べてみます。まず、元旦という特殊な日程でしたがこれは双方同じ条件です。それを踏まえ、SSS 同盟はベストを尽くせてたなと思いました。データやレポートの通りですが、果敢に攻める、とはまさにこのことでしょう。私の動画の視聴者の皆様は、この状況が痛いほど理解できるという人ばかりでしょう。勝利したいが時間もない。人数が集まらない状況を理解しつつも攻めるしかない。悔しいし、焦りもあるし、絶望の声もあったでしょう。何度も損失を恐れず攻撃する彼らは、ボイドを中心に真剣に取り組む指揮官の心を動かすものだと思います。こちらがワールド内のランキングです。SSS は同盟戦力 2.4G 程度しかありません。同盟戦力は分散されております。対し、263の DTF と VVV はそれを上回る 3.1G となっており2同盟が強力です。
同盟戦力の推移でも確認しましたが、SSS は徐々に戦力を下げてきています。前回勝利した9月に比べ、210は下げており263は内戦終了により成長できました。次に、また SSS についてですが、210では他の同盟が戦力と比例した結果が出せていませんでした。これは今回の戦いだけではありません。今までよく頑張って勝利を維持できていたなといった印象です。もちろん強いのですが、基礎数値だけ見ると成果の方が上回って感じます。最後、263はやはり強いワールドといった印象を受けました。そして、直近のボイド結果を見るに、まだ伸びしろがあるように思えます。常に一定のメンバーの活躍による勝利ではなく、活躍しているメンバーは分散しております。また、同盟構成が分散されており、ボイドのみを考えるともっと成長要素がありそうでした。内戦後、同盟戦力も伸ばせている様子ですので、今後も良くなっていくように思います。210についても同様のことは言えると思います。第3惑星でトップのイベント勝率を誇っていましたが、同盟戦力は明らかに低くなってしまいました。しかし、ワールド内には戦力が分散されており、このボイドの結果をきっかけに変化することができれば今後の勝利も期待できます。逆に今の状態のままで第3、第4惑星のボイド競合ワールドである285、269、286と当たると厳しいかもしれません。前回、ギリギリ勝利できた255との勝負なども見てみたいところです。ということで、勝手なことを言ってしまいましたが、210は引き続き応援していきたいワールドですので今後の活躍も期待しております。また、263についても引き続きこのまま調子を上げていってほしいなと思っています。今回の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。